か。皆さんこんにちは。アンニョンセヨ、風花です。今回はちょっとお知らせ会になるんですけれども、先週の歌会の最後に今週から YouTube の歌詞の表示の仕方を変えますというふうにお知らせしたんですけれども、今回はですね、これをなぜ変えるのかっていう理由をお話ししてまいります。これまで私は YouTube の歌唱動画に原曲の韓国語歌詞をまず入れて、その下に自分で翻訳したオリジナルの日本語歌詞を入れて動画を作っていたんですけれども、これが実は著作権の侵害にあたるっていうことが判明しました。で、私これを知らずにねやってしまっていたんですが、ちょっと著作権関係のことを調べていたら、著作権の中には翻訳権という権利があるそうなんです。で、それは自分の作品を勝手に翻訳されない権利のことなんですね。なので著作権を持っている人の許可なしに勝手にオリジナルの翻訳というのをしてしまうと、この翻訳権を侵害することになってしまうっていうことを先日知りました。確かにこの作者が認知していない外国の言葉で、もしその内容がね全く違う内容に翻訳されてしまって、それが外国で広まってしまったら困るので、このように勝手に翻訳をされない権利っていうのが著作権に含まれているということなんですね。で、テレビの歌番組とかに海外のアーティストが出演するとき、日本語訳の歌詞がテロップで表示される場合っていうのを多く見るんですけれども、これは許可を取ってやっているということなんですね。そして映画やドラマの翻訳字幕もこの翻訳権のやり取りっていうのがあって、実際にはこういくらで買えますみたいなやり取りがあるようなんですね。そしてその後プロの翻訳家によって字幕が作られているそうです。なので世の中に溢れているこの歌詞の翻訳動画、それからブログに歌詞を引用してオリジナルの翻訳を加えること、あと SNS とかでよく見るんですけれども、海外のバラエティ番組に翻訳をつけたりとか、また芸能人の SNS の投稿文の翻訳などをこう自分たちでね自由にしているっていう場合をよく見かけるんですけれども、これ著作権保有者の許可を得ずにやっている場合は全て翻訳権の侵害に当たるそうなんですね。で、おそらく世に出回っているもののほとんどは許可を得ていない状態だと思うので、実はねこれやってはダメっていうものがもう世の中にたくさん出回っちゃっているというような状態だそうです。そしてこれがなぜこんな野放し状態になっているかっていうとですね、著作権というのは権利を持っている人が私の権利が侵害されてますっていうふうに声を上げない限り取り締まりがないっていう特徴があるんだそうですね。で、動画もブログももう翻訳しちゃってるものって無数にあるので、それら全てを対応するっていうのはまず数が多すぎる。そしてまた翻訳をされる、勝手になんですけど翻訳されちゃうっていうことで外国で自分の曲が広まってくれるっていう逆にねいい面もあったりするので、よほどの悪質性がない限りは著作権の保有者が自分の権利を侵害されても黙認しているっていうような状態ということなんですね。で、また YouTube にはコンテント ID っていう著作権スクリーニングの仕組みがあってですね、これは以前歌ってみた動画の作り方を解説するっていう回でちょっとお話ししたことがあったんですけれども、これはですね YouTube の AI が動画に入っているメロディーを検出するっていう仕組みのことなんですけれども、この YouTube のコンテント ID に登録されている楽曲のメロディーを動画内で使用すると、その動画の収益は動画を作った人じゃなくてそのメロディーの著作権を持っている人に入るっていう仕組みがあるんですね。なので私の歌唱動画も全部アップロードの段階で、あなたはこの動画を収益化できませんよと、この動画の収益は著作権保有者に入りますよっていうメッセージが出るんですね。
でなので誰かが自分の曲を歌ってくれたり、勝手に作った翻訳動画であってもそれを再生してくれたら著作権保有者に収益が入るっていう仕組みになっていることもあって、YouTube 内では黙認されているという面もあるようなんです。私はね、まだまだチャンネルの規模も小さいですし、本当に数多くある動画の中の一つなので、これやってたとしても特に指摘を受けないっていう可能性も高いんですが、でもね、みんながやってるとか黙認されているとかに関わらず、やっぱりね、人の権利を侵害するっていうのはちょっとやってはいけないことなので、今後はもう動画の中に自分で翻訳した歌詞を埋め込んで自分の作品としてアップするっていうことはね、もうやめます。そしてこれまでに出してきた歌唱動画とかカラオケ動画も日本語訳の部分にモザイクを入れるっていうことが今できるので、動画から日本語の部分を読めないように消していくっていう作業を順番に進めていっています。なので YouTube をねご覧になっていただいた方には、あれなんか日本語消えてるなって思った方がいらっしゃるかもしれないんですけれども、この著作権ね侵害しないように動画の内容をこう変えていくっていうことを今順番に進めております。ただその一方でですね、 YouTube には動画をアップした後に字幕を入れるっていう機能があるんですよ。ここまでお話ししてきたのは私が自分の動画に埋め込んでるっていう話なんですけれども、その動画をアップした後に YouTube のサイト内で字幕を入れるっていう機能があるんですね。でその YouTube の字幕機能には自動翻訳機能っていうのが搭載されているんですよ。私は見えるラジオの動画に英語、スペイン語、韓国語、日本語の字幕を入れているんですが、これをどうやって作っているかというとですね、まず YouTube に動画をアップすると AI が動画の音声を自動で聞き取って文字起こしをしてくれるっていうサービスがあるんですね。で私は今こうやって日本語で話してますので AI が日本語の音声を聞き取って日本語で文字起こしをしてくれるんですよ。でその内容をもとに聞き取りが間違っているところを直したりタイミングを補正したりして、まず日本語字幕を完成させて YouTube に保存します。するとその日本語字幕をもとにもうワンクリックで全世界の言葉に自動翻訳ができるっていう機能がこれ標準でもう搭載されてるわけなんですね。で私は英語、スペイン語、韓国語を一応登録してるんですけど、それ以外の言語にももうユーザーさんが選んだ、リスナーさんが選んだ言語に一瞬で翻訳できるんですね。なので私はスペイン語とか全くわからないし、もう全然一文字も読めないんですけれども、スペイン語の字幕がつけられるっていうのはこの機能のおかげなんですよ。で私はこの字幕の内容は韓国語の字幕だけは意味がわかるので内容を確認するようにしてるんですけれども、この翻訳機能はもう結構精度が高くて、もうほとんどの部分が修正なしで使えるぐらい精度が高い翻訳機能というのが搭載されております。ではこの YouTube に搭載されている字幕機能で歌詞を外国語に変換するっていうのも、これ翻訳権の侵害に当たってしまうのかっていう点についてはですね、ちょっと調べてみたんですが、そもそもねあんまり世の中ではまだ議論されていないようなんですよね。専門的な法律家が解釈している論文とかは出てくるんですけれども、こういった点をどこまで許容するのかっていう線引きについては裁判での判例をもとに見解が積み上げられていって解釈されるっていう流れが多いようなんですね。なので著作権保有者がこの YouTube とかですね、機械翻訳、自動翻訳の機能を翻訳権の侵害だっていうふうに訴えるっていうケースが複数起きない限り、なかなかこの自動翻訳は OK ですよとかいうところの線引きがされないのかもしれないなというふうに、ちょっとこれはね個人的な今回いろいろ調べた結果でそのように考えたんですね。なので今回いろいろ検討した結果、もう動画の中に埋め込むのは韓国語の歌詞のみとします。そして韓国語以外の言語の字幕に関してはもうあくまで YouTube が提供している字幕機能の範囲内でのみやるっていう方針にしました。なので日本語のね字幕を見たい方はもう YouTube の字幕機能の方から日本語を選んでいただくように
お願いいたします。このように既存の作品をね使わせてもらう時っていうのは常にやっぱり著作権侵害については気をつけなければならないんですね。で、私が歌会でやっている歌詞紹介っていうのもこれね、歌詞を最初から最後まで全部読み上げてそれだけで1エピソード作るみたいなことをしたらこれダメなんですよ。他人の作品を丸パクリして自分の作品として出してるっていう判断になって著作権の侵害っていう風になってしまうんですね。で、一方で既存の創作物ですね、歌詞とか小説の一節っていうのを引用してそれに対して自分の意見を述べるっていうことはこれ許可されています。で、これもどこまでが引用の範囲に当たるかっていうのは明確な線引きっていうのがあるわけじゃないんですよね。例えば引用部分が15分のエピソード3分以内だったら OK だけど3分1秒を超えたらはい侵害ですとか、そういう風に線引きがあるわけではないんですよ。あくまで自分の言葉で語っている中の一部に歌詞の引用部分があって、それに対して解説をしたりとか自分の意見を述べているっていう形式で作られているなら許容されますよっていうことだと、解釈しているんですね。なのでこのラジオの歌会の構成も曲の背景ですとか歌っている人の情報などを紹介した後に一つのコーナーとして歌詞紹介をやっていて、さらにこの歌詞紹介の中でもずっと最初から最後まで歌詞をダラダラと読み続けるっていうことはせずにセクションごとに区切ってですね、 A メロ B メロサビみたいな感じで区切って、その間に内容解説ですとか自分の意見や感想を述べて、必ず自分の言葉と作品の引用部分がサンドイッチの構成になるように意識して作っているっていう事情があります。で、これが本当に引用部分として OK なのかっていうのは、実際わからないんですけれども、少なくともですね、誰が聞いても歌詞を最初から最後まで読み上げて丸パクリしているっていうふうには聞こえない構成にするっていうことを、意識して作っていますね。ちょうど最近 YouTube のチャンネル登録者さんもですね100人を超えてきまして、やっと軌道に乗り始めたタイミングで動画のスタイルを変えることになってしまうので、この変更でね離れてしまう視聴者さんももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、このカンバラを聴こうという番組もチャンネルもですね、もともと自分が好きでリスペクトしている歌手とかソングライターの曲を紹介したいっていう気持ちで始めたことなので、その人たちの権利を侵害してしまうようなことっていうのは私もしたくはないんですね。なのでちょっとこれまで気づかずにやってしまっていたことを今回はお詫びしつつ、翻訳権侵害に当たる部分に関しては早急に修正して、またこれからもいい動画を作ってあげていけたらいいと思っております。そんなわけでちょっと今回はね謝罪とお知らせの内容になってしまったんですが、今後とも皆さんぜひよろしくお願いいたします。また概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。